こんにちは、トマト食べるマンです。今回は龍が如く8で、大きいダメージを出してみたかったのと、どの技のダメージが高いのか気になったので、ダメージの倍率を検証しながら、コツコツとステータスを上げていました。まずは攻撃と魔力カンストカスが、超絆技の最大ダメージを狙ってみました。ジョブはホストです。武器はプレスティージュ。酔いの段階が上がると威力が上がるので、クリティカルしない超絆技と相性は抜群です。刻印は拳だけをつけています。魔界神はつけてるだけです。防具も威力アップ系がなかったので、適当に装備しました。武器とアクセサリーが重要です。では実際にダメージを確かめてみましょう。酔いのレベル3にして、攻撃力アップバフを3段階にして、打撃ダメージが2倍になる。竜神不屈の舞を使用する。超絆技は打撃属性です。打撃属性なのにクリティカルはしません。魔力を上げても威力に差も出ませんでした。すべてのバフが完了しました。打撃大アップ3つ。打撃アップ1つ。酔い段階で威力アップ。酔いレベルは最高の3。攻撃力アップバフ3段階。物理2倍になる竜神不屈の舞。攻撃力依存は春日だけで、他のメンバーのステは上げても差がなかったです。平均ダメージは34万でした。クリティカルなしでも結構強いです。では次は最大ダメージを狙った場合です。選ばれたキャラは誰だと思いますか？実はこの人です。頂点優3です。選んだ理由は簡単です。防具で物理ダメージを盛れるからです。倍率も高くてめちゃくちゃ強いです。この時は斬撃技を使用したので、斬撃系の刻印とアクセサリーは献身のイカです。クリティカルの威力が上がる。会心暴走の刻印もつけています。使用する技は仮面憑依の極みです。実際にどのくらいダメージが出るのか、早速見てみましょう。やることは先ほどと同じです。酔いのレベルを最大の3にして、攻撃力アップも最大の3にする。竜神不屈の舞でダメージを2倍にしたら、あとは酔った時に変な行動を取らないのと、クリティカルが出るのを祈るだけです。準備ができたので代わりにで交代。ちなみに対象の敵は斬撃弱点です。防御力ダウンでバフも最大までかけました。それでは最大ダメージ狙いの仮面憑依の極みを見てみましょう。斬撃大アップ3つ。斬撃アップ1つ。クリティカル威力アップ。酔い段階で威力アップ。竜神不屈でダメージ2倍。攻撃力バフ3段階。防御でバフ3段階。70万ダメージが出ました。かなり強いですね。最後はもっと痛い構成でやってみました。次に使う技は二属性技です。武器の刻印で大アップを2つつけることができるので、当然ダメージは大きくなります。アクセサリーは打撃以下か、炎熱以下をつけます。頭はクリティカル率アップをつけて、靴は適当で OK です。この構成と使用する技は、なかなか良いダメージを出してくれます。使用する技は、仕上げの極み、です。状態異常が付与された数で、威力が変動するヤバい技です。バフ、デバフ、状態異常。そのすべてを使用して最大ダメージを、狙った場合どうなったのか、見てみましょう。状態異常やデバフを相手に山盛りつけましょう。
同時につけることができない状態異常もあるので、いろいろ使用しました。防御ダウンと熱耐性ダウンは必ずつけました。私が目視できたデバフと状態異常は9種類でした。内部的にはわかりません。この時は8種類が限界でした。準備ができたので、蝶と交代します。どのくらいダメージが出るのかワクワクしました。ホストのジョブで調理する蝶が似合ってるので面白いです。実際に見てみましょう。デバフつきすぎで草。92万ダメージが出ました。100万いかず残念。次はデバフと状態異常が9の場合。出るか ?100 万。92万9712ダメージ。これが今回の最大ダメージでした。100万チャレンジならず残念。ダメージ狙いの解説は以上となります。ここからはゲームのプレイ時間や実際にかかった時間のお話です。桐生さんの攻撃カンストも作成してます。攻撃9999 3人分と魔力9999が1人なので200時間くらいかかってるかも。プレイ時間は433時間でした。アッパー集めでフカヒレの数が622になっていました。ペルソナ3リロードのプレイ時間も234時間だったので気がついたら時間が解けていました。動画は以上となります。動画の最後の方にロボ道をカメラで撮影して遊びましたが若干怖いかも。使用した音声はボイスボックス春日部つむぎさんでした。動画をご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。